このコースではお葬式の流れやポイントを約1時間の動画で分かりやすく解説していきます。ではまずご臨終からお葬式までの流れを簡単にご紹介していきます。医師からご臨終を告げられたら、死亡診断書を受け取ります。次に限られた近親者にのみご臨終の連絡をします。ご遺体はきれいに洗い、水黒いをします。その間に遺族は病院の費用を清算します。次に葬儀社へ連絡をして寝台車を手配します。お付き合いのあるお寺がある場合は、ここで枕業の依頼の連絡をします。ご遺体を病院から自宅などに搬送したら、速やかに葬儀社を決めて自宅に来てもらいます。そして葬儀社にご遺体の枕飾りをお願いします。枕飾りができたら、葬儀社とお葬式の打ち合わせをします。通夜、告別式、火葬、初七日など、お葬式全体のスケジュールを決定し、トータル費用も算出します。次に近親者とお葬式の役割を決めていきます。はじめは主催者である喪主を決めます。その次に世話役、会計係、受付係、進行係、台所・接待係を決めていきます。お葬式のスケジュールと役割が決まったら、親戚や職場関係などにお葬式の連絡をしていきます。僧侶が自宅などに到着したら、枕業を読経してもらいます。枕業を終えたら、近親者でご遺体を棺に納めます。またこの時、僧侶に戒名の相談をしておきます。この状態で自宅などにしばらく安置します。通夜当日になったら、ご遺体を斎場へ搬送します。いよいよ通夜が始まりますが、ここでは現在主流の半通夜の流れをご紹介していきます。まず司会が開式を告げます。僧侶が読経を行います。次にお焼香をしていきます。お焼香と読経が終わったら、僧侶が法話をして退場します。そして喪主が参列者に挨拶をします。最後に司会が閉式を告げます。その後は参列者に通夜振る舞いをして通夜は終了となります。次は葬儀と告別式ですが、お通夜同様、まず司会が開式を告げます。僧侶が読経を行います。そして弔辞や弔電がある場合は、ここで読んでいただきます。次にお焼香をしていきます。お焼香と読経が終わったら、司会が閉式を告げます。そして皆で棺にお花や個人の愛用品などを入れて最後のお別れをします。出棺の際には喪主が挨拶をします。霊柩車で火葬場に出棺されたご遺体は、
火葬場の路前で再度読経してもらってから火葬します。そしてご遺体の火葬が終わったら収骨します。初七日をする場合は火葬場から再度斎場に戻ります。司会が開式を告げ、初七日の読経をしてもらいます。読経を終えたら司会が閉式を告げます。初七日が終わったら精進落としを行い、お葬式はすべて終了となります。お葬式後は自宅に遺骨を迎えて後飾りの祭壇を組みます。通夜や告別式に参列できなかった友人や知人が自宅弔問に訪れた際は、ここで線香をあげてもらいます。これがご臨終からお葬式までの大まかな流れになります。喪主はたくさんのことを決めなければいけませんが、事前に大事なポイントを押さえておけば、大きなトラブルは未然に避けられます。それぞれのコースではお葬式の流れに加えて、損をしないポイントや恥をかかないポイントを詳しくご紹介しています。しっかりとポイントを押さえて、個人も遺族も納得のいく素晴らしいお葬式が行えるようになりましょう。